最悪を回避しただけでも及第点になる。それが今回の日米首脳会談でした。当然、異論がある人はたくさんいるでしょう。その気持ちは私もわかりますが、同時にそのぐらいのことを思うぐらいにトランプ大統領は厄介だということもまた正面から受け止めるべきです。100点満点はそもそも不可能な相手だと考えた方が良いでしょう。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日米首脳会談の解説を行います。今回の日米首脳会談で最も悪いパターンというのが何だったのか、そこから最初に振り返っておきましょう。現在、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃が引き続き行われています。準軍事的な意味においては、アメリカ・イスラエルはイランを圧倒しており、攻撃を続けています。反撃は非常に限られたものであり、直接的にアメリカ軍、イスラエル軍に対する打撃はほとんど与えられていません。ですから、イランの姿というのは、殴られた相手を殴り返すのではなく、関係ない相手を殴ることによって、こんな暴れ回っている私を止めようと思うのであれば、アメリカ・イスラエルによる攻撃をみんな止めてくれという、ちょっと周りを巻き込む形での停戦を目指すという、かなり複雑な形になっています。それだけに周辺各国かなり迷惑を被っているところです。そしてその大きな迷惑の被り方というのが世界経済全体にも大きな影響を与えています。ホルムズ海峡のタンカー航行が正常化できないという問題を生み出しているわけです。これなどはタンカーというのは民間船舶であり、決して自衛できるような軍事力は持っていません。イランという国家の軍隊が狙うというそれだけでもホルムズ海峡航行が困難になるわけです。イランは正式にはタンカー全部を潰そうとしているわけではない。アメリカ、イスラエルに関連する船だけを狙っているんだとは言いますが、実際攻撃を行っている以上、船会社は保険をつけられず、そして一部の国だけがイランと直接交渉を行って、みかじめ料を払っているんではないかとも言われています。このような状況というのは石油価格を押し上げました。そして石油価格に連動する形の天然ガスについても同様に大きな価格上昇を見せています。これらのエネルギー資源は発電にも使われれば人や物を運ぶための燃料にもなります。この価格上昇は世界経済全体にとっての足かせになりますし、国によってはそもそも燃料不足という最悪の事態を引き起こすところもあります。この問題を正常化させようと思ったトランプ大統領は世界各国に支援を求めました。しかし根回しがほとんどされていなかったという問題から現状におけるアメリカを積極的にヨーロッパは支援しないと言いますし、また同時に日本においても今戦闘真っ只中の中における派遣というのは日本の憲法と法律体系においてはできませんよという状態です。こうした状況にトランプ大統領も苛立ちを募らせ、発言というものがコロコロ変わっていきました。艦船を出せといった後には、どこの国も賛同してくれないものですから、もうアメリカだけでも十分だと言ったり、その後また話が戻って、やっぱりそれぞれの国は、アメリカが見捨てたらこの状況どうするんだ。さっさと自分たちで動けというような形で、葉っぱをかけるような状況にもなったわけです。このような状況下で行われたのが日米首脳会談。そこで最悪の事態というのが他の国が賛同しないのであれば、日本が艦船を出すその第一陣、最初の声を上げることによって他の国に影響を与えるような、そんな役割を担わされたら大変だというようなところがあったわけです。前回の動画で私は解説を行いましたが、ホルムズ海峡、戦闘真っ只中の中に軍艦を出すというのはあまりにも危険な場所です。そもそも船というのは自分の身を守ろうと思った時に陸上とは違って見晴らしが良いものですから隠れる場所がない。そのような状況下における相手の攻撃に対して対処するだけの時間的な猶予ともしくは対処方法といったものがあります。ところがホルムズ海峡はあまりにも陸地に近く肉眼で相手から目視され、そしてどこからでも攻撃ができるような環境下というのは船のそうした時間的な対処と手段といったものを奪ってしまいます。どちらにしても日本の場合だと戦闘真っ只中の中には送り込めないわけで、無茶苦茶な要求を突きつけられた時に超法規的措置という、最悪の手というものも強制させられる危険性があったわけです。少なくともそうしたことを考えた上でお断りをするにしても、その時に世界中の記者が見ている中における映像で、トランプ大統領が激怒して、ひたすら日本に対する非難の言葉を口汚く罵るというようなことが起こった場合における
外交問題といったものを、まさに最悪の状態になってしまうわけです。そんなことはありえないと思われた方がおられるかもしれませんが、少なくともトランプ大統領はゼレンスキー大統領に対してそのようなことを行いました。映像でも残っていますし、その当時話題にもなりました。決してどこかの国に対してそんな失礼な態度を取るわけがないというのは思い込みに過ぎません。トランプ大統領はそのようなことをします。ですから、今回高市総理が首脳会談を行った際に、基本的には穏やかに話が終わったというのは、それだけでも十分な合格点になるわけです。随分とハードルが低くなったなと思われるかもしれませんが、そのぐらい危険な状況下における首脳会談でした。では、今回の首脳会談の成果、そうした最悪を避けただけではなく、日米間における未来に向けての話も進みました。まず第一には、アラスカ開発の促進。日本が中東原油に非常に頼っているには理由があります。それは経済効率性が良いからです。中東原油は非常に取り扱いがしやすい上に、大量にそして長期的に契約を行うことができる。そうした意味では、平和な時における石油の輸入としては、日本にとっては良い選択肢です。ただしこれは、依存しすぎることによって問題が今回発生しているわけです。一つだけに頼っているということは、その一つが問題が発生した時に、日本経済全体にも悪影響が出る。そのために調達先を分散させることが必要だというわけです。そして今、アメリカはトランプ大統領は、石油や天然ガスに関しては掘って掘りまくれというような姿勢ですから、アラスカの開発を進めることは、基本的には今の日本にとっても調達先の分散化に役立つわけです。ただし先ほども述べたように中東から安いからどんどん買っていた。それをひっくり返して言えば、アラスカ開発を進めるにはお金もかかるし、そして調達も決して潤沢に大量に石油を得られるわけではありません。ある程度高いのを覚悟して、それでも調達先を分散させるという少し辛抱のいる形での天然資源獲得方法の一つです。だからこそアメリカとしてもそうしたコスト高の受け入れた形での開発といったものを積極的には行ってきませんでした。安い費用で大量に取れて大量に利益が出るんだったらアメリカ自身でもっと前からずっとやっています。そうではなくコストが高いことを前提としているからこそ、そして環境面で守らなければならないという規制があったからこそ、これまでアラスカ開発はどんどんと進んでは来なかったわけです。もう一つ進むのが、レアアースの共同開発について。これもまた日本だけではなく世界中が中国に頼ってきました。中国は環境規制について非常に地元の役人たちが、たとえ環境規制という一応の名目上はあったとしても、破っていても大して問題視しないような形で、レアアースの発掘と精錬などについて進めてきました。自然環境に負担をかけたとしても、中国においてはそれが問題視されないといった形で、どんどんと集約化が進んでいったわけです。ただしこれもレアアースを中国に握られるという状態が発生していることから、これをいかにして分散化させ、自力調達を行わなければなりません。それに日米が協力して行うという話が進んでいます。これもまたコスト面においては中国にかなうわけではありません。最安値からは遠ざかってしまいます。ただし、レアアースというぐらいですからレアもの。つまり、ものすごい量を必要としているわけではなく、量は少なくても混ぜ物として必要ですよというものであり、商品価格全体から言えば全てを占めるようなものではありません。レアアース単体で見た場合における単価が高いなといった問題も、結局最終製品になった時においては十分に吸収できる価格帯に収めることがいずれはできるようになるでしょう。これもまた先行投資である程度の技術開発を行っていくことによって未来が開けてきます。日米でそうしたレアアースの開発、調達方法の確立といったものを進めることは、中国の資源外交のカードそのものを奪うことにもつながるのです。じゃあ、今回の日米首脳会談、これで全て丸く収まったなというような話でもありません。最悪は逃れたわけですが、今後のことは十分注意しなければなりません。そもそも日本は戦闘真っ只中の中だから艦船は送れないわけですが、戦闘が終わった後については艦船を送れることは十分検討のうちに入ります。この点についてはヨーロッパも同様で、日本やヨーロッパ各国における共同声明を出して、何も中東全体に対する関与を全くしないというわけではなく、今真っ最中の戦闘に加わらないというだけで、その後の話については、
日本やヨーロッパは関与していくという姿勢を示しました。こうした姿勢を示したこともまたトランプ大統領にとっては、日本はよくやっているというような言葉につながったと見られています。ただし、現状の日本は制約の中でうまくやっているとは言いつつも、結局最後には、いやいや結局これだけでは足りない、もっともっと力を尽くしてくれというような話もしていることから、今後も様々な要求が出てくることは避けられないでしょう。そしてトランプ大統領に対した高市総理の言葉といったものも評価は二分しています。これもまたちょっと仕方ない面があるでしょう。例えば、現在の世界平和を成し遂げるためにはトランプ大統領の力が必要だというような話を高市総理は行いました。これには解釈が2つあります。トランプ大統領の受け止め方としては、すごく評価してくれているなと思えるような話をしつつも、実際にはもう一つの側面として、さっさとトランプ大統領がこの攻撃をやめてくれたら事態はもっと早く終わるのになというような別の解釈も同時に成り立つからです。決してトランプ大統領の攻撃について批判もしていないけれども、しかしやめた時のこともある程度汲み取れるような話し方をしているという点で、かなり日本語的な意味での考えに考えを尽くしたようなセリフだと私は思います。そして話の本筋からはちょっとずれますが、トランプ大統領と日本の記者との間における会話といったものも大きなニュースの一つとなっていました。それが、どうして攻撃する前に同盟国などに知らせを送らなかったのかという質問に対して、トランプ大統領が奇襲を成功させるためには必要なことだったということを述べた上で、日本は奇襲についてとてもよくわかっているじゃないか。真珠湾攻撃のことをどうしてアメリカに教えてくれなかったんだというような返しを行いました。これについて賛否が分かれています。こうした真珠湾の話題を出すというのが、まさに日米首脳会談の場でふさわしいかどうかという問題。トランプ大統領の支持者であるマガ派の人たちにしてみれば、日本の総理大臣を前に真珠湾攻撃の話を言えるぐらいに、うちの国の大統領は何でも言えるんだというようなことを称賛しているようですが、当然、日米関係の今のことを考えると、こうした話題を今取り上げる、そのジョークのセンスは絶望的だという具合にして、完全に否定する方もおられます。この点に関して、高市総理がその場で何も言わなかったということを非難する方もおられます。ただ、私はここで何か気の利いたような返しをすることによってこの話をうまく乗り切るというのはそもそも難しかったと思っています。肯定することも否定することもどちらの方も結局のところ賛否を巻き起こすものであり、黙ってこの話をやり過ごす方が基本的には良いと考えたとしたら、高市総理の考え方というのは現実的な判断だったと思います。少なくともトランプ大統領にあなたの言っていることはおかしいみたいな形で攻撃的な態度を取れば、首脳会談そのものをぶち壊すような可能性もあったわけですし、じゃあ、そうですねという具合にして何らかの形で賛同する意思を示すことが日本の総理大臣としてふさわしい言動であったかといえばそうでもないわけです。今回の日米首脳会談というのはそのようにして、決して0か100だけで語れるような話ではなく、常に賛否の分かれるような形で現実的な路線を取り続けるという意味において、非常にバランス外交といったものが求められた場面だったわけです。何にしても現状、アメリカ・イスラエルによる攻撃が続いている以上、タンカーの航行はまだ正常化していません。日本は引き続きイランと直接交渉を行って、タンカーを安全に通すにはどうすればよいのか、交渉を続ける必要がありますし、同時に長期化にも備えて、違うルートからの入手といったものを、たとえちょっとコストが上がったとしても、受け入れる形で準備をしなければなりません。これまでの動画で解説してきたように、サウジアラビアのパイプラインを通じて、公海側から日本へと持ってくる遠回りルートといったものも現実的には受け入れることが必要ですし、国家備蓄を生かした状態で価格の抑制策と同時に供給といったものを途切れさすことのない状態に保つことも重要です。ネット上では高市総理のトランプ大統領に対する態度が媚びへつらっているようで、非常に不愉快だといったような意見も散見されるわけですが、トランプ大統領を敵に回すということは非常に危険だということは理解しておかなければなりません。トランプ大統領が NATO 加盟国たちに対しても非常に激烈な批判を繰り返しているということは明らかですし、またロシアの侵略に対しても非常に好意的な見方をしつつ、侵略を受けているウクライナに対して冷たい態度をとっている。こういったことなども現実として見なければなりません。
日米同盟という枠組みがあったとしても、じゃあそれがトランプ大統領を止める枷になり得るのかといった点についても警戒しなければならないのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の日米首脳会談であなたは何を思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。きっと多くの意見があることでしょう。今回の日米首脳会談に対しては、それぐらい評価の分かれるポイントがたくさんあるように私には思いました。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。